報された最弱勇者、ガチャ進化で無双の頂へ。第18話、旅立ち。村の首楼が崩れ落ちた夜から1日が経っていた。黒き戦鬼を打ち果たしたことで、ようやく静けさが戻りつつあった。戦鬼の残骸となった鎧の破片は、今なお村外れの広場に積まれ、崩れた家々の残骸があちこちに生々しく残っていた。ただの魔族の仕業とは思えねえな。シグルドが腹くつぶやく。散らばる破片を踏みしめながら、彼はじっとそれを睨んでいた。鉄と血が混ざったような匂い、そして目に見えぬ正気がまだ漂っている。ユーマも横に立ち、槍を握り直す。動きは人間のそれじゃなかった。しかも兵士のような規律があった。まるで作られた兵器。作られたか。もしそうなら、こんなものを作ったやつがまだどこかにいるってことになる。シグルドの目が細まる。その視線は遠く、町の向こうに続く大地を見ていた。イーナは両腕を組みながらこうパタパタと揺らす。なるほどね。あんな化け物を作るやつがいるなら、次に出てくるのはもっとヤバいかもしれないね。彼女の声には茶化すような調子が混ざっていたが、その瞳は不安に揺れていた。沈黙が降りる。焦げ跡の残る石垣の影から小さな足音が聞こえた。ユーマがそちらを向くと、枯れ木の間に小鳥の子供がうずくまっていた。埃まみれの顔に涙の跡を残したまま、怯えた瞳で彼らを見上げている。生き残りか。シグルドが息を飲む。ユーマは膝をつき、子供の手をそっと取る。その小さな指は冷たく震えていた。もう大丈夫だ。あいつは倒したよ。その言葉に子供はわずかにうなずき、壊れた家に視線を向ける。そこにはかつての暮らしの名残が転がっていた。ユーマはしばらく黙り、握った手のぬくもりを感じた。守れなかった命が村のあちこちに散らばっている。それでもこの小さな手だけは自分の力で救うことができた。胸の奥にかすかな痛みと同時にぬくもりのようなものが交錯する。それは後悔とも誇りともつかぬ複雑な感情だった。俺たちがこの力で守ったんだ。そう思った時、子供が小さく笑った。その儚い笑みを見つめながら、ユーマの胸にかすかな確信が芽生えた。数日後、町に戻った3人は冒険者ギルドに戦鬼討伐の報告をした。その知らせは瞬く間に広まり、酒場では彼らの話で持ちきりとなる。もうただの新参者ではない。黒き戦鬼を倒した3人組、その名は町の誰もが口にした。なんだか落ち着かないね。ユーマの気持ちがちょっと分かった気がするにゃ。イーナは肩をすくめ、卓上のパンをちぎって口に運ぶ。ユーマもどこか恥ずかしそうにうつむいたが、シグルドだけは豪快に笑った。悪くねえじゃんか。お前たちの力が認められたんだぜ。これも冒険者の道の一つだ。だがシグルドの表情がふっと真剣になる。とはいえ俺はここで一度北方の砦に戻る。報告もあるし、後処理もしなきゃならねえからな。声には寂しさが混じっていたが、それ以上に責任感がにじんでいた。イーナの耳がぷくりと動く。そっか、ここでお別れなんだね。ああ、でもな。シグルドは2人を見つめ、力強く言った。お前らは俺の目から見ても一級の戦力だ。荒削りだがまだまだ伸びる。戦鬼を倒せたのが何よりの証拠だ。次にまた脅威が現れた時はお前らの力が必要になる。彼は一呼吸置き、目を細めて続けた。だが
無理だと思ってた。だけどユーマとならいける気がする。ユーマはそっと彼女を見つめた。その決意に満ちた横顔を見ると思わず笑みがこぼれた。俺もまだ答えは出てないけど、この力をどう使うのか少しず見えてきた気がするんだ。だからリーナ、一緒に行こう。見たことのない景色を見にさ。決まりにゃ。リーナはニカッと笑い、尾を弾ませた。街道の果てまで続く夕焼けの中、二人は笑いながら歩き出した。まだ見ぬ景色へ、まだ知らぬ世界へ、新しい旅が今始まる。旅を続けるユーマとリーナは夕暮れ時に小さな村へとたどり着いた。だがその村は異様なほど静まり返っていた。なんか変な空気だね。リーナが耳を立て警戒するように辺りを見回す。ユーマもその違和感をすぐに察した。家々の扉は固く閉ざされ、窓の隙間からは人の気配がまるでしない。誰もいないみたいだな。いいや、ちゃんと生活の跡はあるにゃ。リーナが指さす先には風に揺れる洗濯物と手入れされた畑があった。確かに人はいる。それなのに誰も姿を見せない。そんな静けさがかえって不気味だった。その時、お前たち誰だ。低い声が響き、民家の陰から数人の村人が姿を現した。手には桑や棒切れ、明らかに警戒している。俺たちは旅の冒険者です。怪しいものじゃありません。ユーマがゆっくりと両手を上げて告げると、村人たちは顔を見合わせ、小声で何かを話した後、恐る恐る近づいてきた。すまない、最近村が物騒でな。そう、ここしばらく魔物が頻繁に現れるようになったんだ。話すうち、村人たちの表情がどんどん曇っていく。彼らによれば、夜になると森の奥から魔物が現れ、畑を荒らし、家畜を奪っていたという撃退を試みたが、犠牲者が出るばかりで、もう限界だった。それだけじゃない。年配の男が声を落とした。最近、奴らの動きが変なんだ。ただ暴れてるだけじゃねえ。まるで、誰かに導かれてるみたいで、導かれてる。ユーマが眉を細めると、男はうなずいた。ある者は、肩の森に魔族が現れたと言っている。もしそれが本当なら、魔物たちはそいつに操られているのかもしれない。魔族、戦鬼のような。ユーマは心の中でつぶやいた。魔族は人間とは異なる種族であり、高度な魔法と知能を持ち、しばしば魔物を従えて行動する。もし本当に魔族が背後にいるのだとすれば、村の状況はただの襲撃とは比べ物にならないほど危険なものになる。だから俺たちはもう村の外に出ることすらできなくなった。商人も来なくなり、食料も底をつき始めている。このままじゃ俺たちは村人の一人が苦しげに言葉を詰まらせる。すると突然、ねえお兄ちゃん。小さな手がユーマの袖をぎゅっと握った。見下ろすと怯えた太みの少女がいた。助けて。ユーマの心がぎゅっと締め付けられるような感覚に襲われた。お外に出たいの。魔物が怖いの。少女の小さな手が震えている。ユーマは一瞬言葉に詰まった。俺がこの村を助ける。脳裏に浮かぶのはこれまでの戦いの記憶。ロックバルド、戦鬼買ってきた。だがそれは仲間や武器、運の力が大きい。今度は魔族だけではなく魔物の軍勢も相手だ。たった二人の力で村を救うという大それたことができるのだろうか。俺にそんなことができるのか。ユーマがつぶやくと、リー
い目で彼を見上げる。ユーマがやらなきゃ。誰がこの村を助けるのを。俺は、ユーマが強いのは武器だけの力じゃないにゃ。いいなの強い言葉に。ユーマは息を飲んだ。ユーマの力が本当に必要とされる時が来たんだよ。俺の力が必要。ユーマは再び袖を拭く少女の手を見つめる。怯えた子供たち、疲れ切った村人たち。彼らは自分の力を信じているわけではない。ただ、誰かに助けてもらいたいと願っている。それだけだ。その誰かが、今、ここにいる自分なのだとしたら、ユーマは、ふっと息を吐き出し、静かに目を閉じた。そして、ゆっくりと目を開けると、まっすぐ村長を見据えていった。わかりました、やってみます。村人たちの間に、驚くと希望が入り混じった空気が広がる。ありがとう。本当にありがとう。村長が深々と頭を下げる。とはいえ、俺一人の力ではどうにもならないと思います。まずは、戦う準備を整えさせてください。ユーマはそう言いながら、自分の手のひらを見つめた。そこには、戦いのたびに感じてきた何かが変わる感覚があった。進化の力。これまで仲間を救い、幾度も窮地を超えてきたその力。ならば今度はこの村を救うために使えばいい。いいな。俺たちの力を試すぞ。もちろんにゃ。迷いはもうなかった。恐怖も不安もある。けれどそれ以上に守りたいと思えるものがここにある。ユーマは拳を握りしめた。